はい、皆さんこんにちは。今回はリクエストにもあったのですが、ストレートノズルの10番や大口径ノズルの15番ノズルなどを使用した際にとても酸化しやすくなってしまいますので、ひと手間を加えるだけで先ほどのノズルを使用した際でも酸化しなくなり、むしろ付け加えるだけでよりビードを光らすことができる方法を紹介していきたいと思います。この方法はストレートノズルの10番でも普段使用するよりもとても光らせることができるようになりますので、よければ参考にしてみてください。それぞれの種類を使って実際に板に溶接ビードを引いてみて、ひと手間加えた時のビードと比較をしていきたいのですが、純正ノズルの8番と10番を使用して、ガスレンズでは7番を使用して、大口径ガスレンズでは12番と15番を使用していきます。これでひと手間を加えるとどれだけ差が出るのかを検証していきたいと思います。まずはストレートノズルの8番をつけてビードを引いていきます。今のところ分かっているのが、レンズに対してつけれる範囲で一番大きいノズルを使用した際にビードがとても酸化しやすくなります。8番のビードはこのような感じです。次に今ついているレンズでは一番大きいノズルの10番をつけた場合でビードを引いていきます。普通ですと8番よりもガスが当たる面積が広いので、当然10番の方がビードは光ります。ですがこのようにとても10番の方が酸化したビードになってしまいます。これは結構悩んでいる方いると思いますので、この後に紹介することは簡単にできることですので、ぜひ試してみてください。次に大口径ノズルの12番を使用してビードを引いていきたいと思います。今回電流値が高いので、もともとビードはそこまで光ることはないのですが、小口径配管などでは12番ノズルはかなりビードは光りやすくなります。12番ノズルを溶接したビードがこのような感じです。こう見るとストレートノズルの8番の方が光っているように見えます。そして最後に15番ノズルを使用してビードを引いていきます。本来ですとこの15番ノズルが一番ビードは光るはずです。でこちらが15番ノズルの溶接を終えたビード外観です。ストレートノズルの10番ほどではないですが、15番ノズルもかなり表が焼けていて少し酸化している状態になっています。そしてこれらを改善してよりビードを光らせることができるひと手間というのがこちらです。こちらのステンレスのメッシュの板とスチールウールです。スチールウールはこれは100円均一で購入しています。でこれはどちらかを用意してもらえばいいのですが、サイズ調整が簡単なので個人的にはステンレスメッシュを用意してもらった方がいいかなと思います。そしてステンレスメッシュやスチールウールをこのようにノズルの大きさに合った形に切り取り、タングステンを通してこのようにセットしてもらって溶接をするととてもビードに変化が現れます。15番ノズルもこのようにステンレスメッシュを型取り入れています。でまた溶接映像を流しても仕方ないので、このステンレスメッシュやスチールウールを入れた状態でのビードを引いてみたのですが、このような感じになっています。このようにストレートノズルの10番を見てもらうと分かりますが、メッシュなしとメッシュありでこのようにやけに差があります。15番ノズルもそこまでメッシュがなかったら光ってなかったのですが、こんなにも光るようになっています。こう見てもらうと分かるのですが、12番ノズルのメッシュなしよりもストレートノズルの10番のメッシュありの方がとてもビードが光っています。この中で2番目に光っているのがストレートノズルの10番ですので、ガスレンズを用意できないという方などは10番のノズルにメッシュを入れて溶接をしてもらうとビードがとても光りやすくなりますので、ぜひ試してみてください。そしてよりビードを光らせたいという方は一番大きい15番ノズルにメッシュを入れて使用してみてください。なので全ての今回紹介したノズルにメッシュを入れると15番ノズルが一番光って、次に一番光るのが12番ノズルになりますので、もっと光らせたいという方は一番大きいノズルに近い方を使用してください。用意できない方などは10番などにメッシュを入れてもらうとより光らせることができますので、ぜひ試してみてください。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。